こんにちは。今回は 3D プリンターのトラブルシューティングです。ターゲットはエンダー 3V2 です。さて、今映像が映っている通り、糸引きが発生しています。今回はこの糸引き現象の原因や解決方法について考えてみたいと思います。現在、スライサーソフトの設定値はデフォルトですが、造形物を冷却するファン速度だけ 50% に落としています。だったらファン速度だけ上げればいいんじゃないの？と思うかもしれませんが、ファン速度を上げると反りが発生します。どこかをいじるとどこかがダメになるという 3D プリンターあるあるですね。糸引きの本質的な原因は何かというと、極めて単純です。ノズルが移動している間にノズル先端から溶けたフィラメントが意図せず垂れ出てしまうこととなります。ということで、対策方針も単純で、ノズル移動中のフィラメントの垂れを抑えることとなります。原因も対策方針も単純なのですが、フィラメントが垂れ出るという現象が複雑なのです。1、ノズル内の圧力。2、フィラメントの粘度。3、冷却不足。これらの要因が複雑に絡み合ってるので、どれかをいじったらどこかがおかしくなるというジレンマに陥ります。まず、糸引きの対策として、ノズル温度、ファン速度の変更でだいぶ改善できると思います。ただ、温度関連の項目をいじると、反りなどの他の部分への影響が大きいので、なるべく控えたいところです。では、どんな対策をすればよいか考えてみましょう。はい、糸引き対策の項目を優先度順に表にしました。糸引きに関連する項目は、実はかなり大量にあります。その中でも、重要な項目だけに絞り込みました。とりあえず、最も重要なのがフィラメントの湿気対策です。フィラメント乾燥機で乾燥させましょう。フィラメントはすぐに吸湿しますので、可能であれば印刷中も乾燥機に入れた状態で扱うのが良いです。続いて重要なのがこの部分です。スライサーソフトの設定項目となります。一応優先順位はつけていますが、一通り影響を与える項目となります。重要なキーワードは4つです。引き戻し、コースティング、移動、コーミング。この4つのキーワードが何なのかざっくり解説します。引き戻しはノズル内の圧力を下げてフィラメントの押し出しを止めます。コースティングはフィラメントの押し出しを少し早めてノズル内のフィラメントを出し切ります。移動はフィラメントを押し出さずにノズルを別の場所へ動かすことです。コーミングはノズルが次の印刷開始位置へ移動する際、すでに印刷済みのモデルの上を通るようにする機能です。文章だけだと分かりづらいですね。造形結果を見てください。ここの柱の間で糸引きが目立っています。では、スライサーソフトでどのように造形しようとしているか見てみましょう。柱のこの辺りから輪切りにした状態を見てみます。はい。スライサーソフトで見てみると、こんな感じで表示されます。薄い青色の線がごちゃごちゃ描かれていますね。ところどころ青色の線も混ざっています。この青と薄い青色の線がフィラメントを押し出さないでノズルが移動する経路となります。さて、実際に印刷した糸引きがひどい造形物の写真と比較してみてください。ノズル移動経路と同じ場所で糸引きしているのがわかりますでしょうか？つまり、ノズルから本来フィラメントが漏れ出てはいけない場所で漏れてしまっているのがこの糸引き症状です。ノズル内にフィラメントが残っていて、残圧により漏れ出ているわけです。ということで、糸引きの対策は残圧によってフィラメント漏れする現象を何とかすることとなります。では、対策を行っていきましょう。まずは引き戻しの設定を行います。この項目がフィラメント漏れを抑えるのに一番影響します。スライサーの項目検索で引き戻しとかリトラクションとか入力してみてください。糸引き対策の表に記載した引き戻し距離と引き戻し速度が出てくると思います。さて、ウプ主はこのように設定しています。ウプ主はダイレクト式に改造しているので、本来この値は過剰です。ただ単に棒電式で最適化された値を下手にいじりたくなかったので、そのまま使っているだけです。あくまでこの値でも綺麗に印刷できることが経験的に分かっているのでこの値にしてますが、ダメな例の参考です。ちゃんと引き戻し距離、速度とも低い値から徐々に上げていって、最も糸引きの少ない値を探ってください。ウプ主のようになんとなく綺麗にできてるからいいやというのはダメです。
フィラメントの質や環境、季節で変わりますので、注意してください。続いて、コースティングの設定を行います。この項目は、糸引き対策のための項目と言っても過言ではありません。ノズル内に溜まっているフィラメントを出し切る機能です。ウプ主はダイレクト式なので、相変わらず過剰な値を設定してますが、放電式の値を引きずってるだけです。基本、おすすめ設定値で良いと思います。調整する場合は、コースティング前の最小ボリュームを少しずつ上げてみる感じです。さて、コースティングに関して具体的にどのような動きをするのか、スライサーソフトで見てみましょう。船の柱のあたりを注目して動きを見てみます。現在、コースティングを有効にしています。では、描画を開始してみましょう。緑の線が内壁です。さて、内壁が描画し終わった地点がこの状態です。ここから外壁を描画することになりますが、よく見てください。赤が外壁ですが、緑の内壁から青い線が伸びて白いポイントへ移動しました。拡大してみます。緑の内壁を最後まで描画せずに、飛んで赤の外壁を描画してますね。飛んでる最中は青の移動線となっています。これがコースティング機能の特徴です。描画の最後、つまり緑線の最後の手前で押し出しを止めます。飛ぶ直前にノズルの中に溜まったフィラメントの圧力を解放します。この圧力解放の量をコースティング前の最小ボリュームと思ってください。もうちょっと細かいプロセスを説明してみます。1、描画の終端に近づく。2、コースティング開始。3、引き戻し開始。4、ノズルの移動。5、押し戻し。コースティングはざっくりこんな感じの機能です。ただし G コードを見る限り引き戻ししないパターンもありますので、あくまで参考程度の認識でお願いします。次の描画を行う前にノズル内の圧力を抜いて垂れにくいようにする糸引き対策用の機能ですね。続いて移動の設定を行います。青色の線が移動という話をしましたが、その移動の速度を設定します。単純に速くすれば移動の間にフィラメントが垂れ出ることが少なくなります。ただし機体が速度に耐えられるかどうか、印字品質を悪化させないかどうか検証を行ってください。ところで移動は青の線ですが、薄い青の線は移動ではないのかと疑問に思うと思います。薄い青の線は次に解説するコーミングの経路です。ちょっとだけ移動とコーミングの違いを説明しておきます。移動の前は引き戻しによる圧力解放が行われます。さらに移動速度で設定した速度で高速に移動します。そのためノズルからフィラメントが垂れ出る可能性が低いです。それに対してコーミングは原則引き戻しを行いません。またコーミングの速度は移動速度ではなく印刷速度となりますので非常に遅いです。ということでコーミングの経路でノズルからフィラメントが垂れて糸引きすることになるわけです。ただし注意が必要な点として、実際に生成される G コードは今の説明通りにならない場合があることをご了承ください。スライサーの画面と実際に生成される G コードが違っていることがあります。例えば青の移動でも引き戻ししなかったり、極端に低速移動だったりします。逆に薄い青のコーミングでも引き戻しを行ったり高速移動したりします。こういうソフト側の食い違いはどうしようもないので、細かく知りたい方は G コードを解析してみてください。当動画も一応 G コードで解析してますが、バージョンとかで変わるかもしれないのでご了承ください。次はコーミングの設定を行います。コーミングモードは造形済み部分の上を通るかどうかの設定です。これは造形済み部分を通ることで引き戻しの回数を減らしたり、印刷時間の短縮を行うための項目です。この設定のおかげで逆に糸引きが発生します。今までの設定で糸引きが改善している場合はコーミングモードをスキン内にないにしましょう。スキン層とは外壁のことなので、外壁の表面に影響を与えないようにスキン層外で移動するように設定しましょう。さて問題は糸引きが治ってないパターンですが、コーミングモードはオフにした方が良いと思います。あくまでウプ主の感想であって一般的な見解と違いますが、理由を説明します。ではスライサーソフト上の動きを見てみましょう。まずはコーミングモードがスキン内にないに設定されている時の動きです。内壁の緑線の終点手前でコースティングによって移動して外壁の赤線が描画されます。
さて、赤線の描画が終わったポイントからの動きに注目してください。わかりづらいですが、まず、外壁の終端手前で押し出しを止めて、外壁の造形開始位置に戻ります。外壁の造形開始位置で、引き戻しを行って、ノズル内圧力を抜きます。ここからが問題で、コーミングによる移動がダラダラと続きます。この長距離移動のおかげで、ノズル内に残っているフィラメントが漏れ出て、糸引きにつながります。内壁の途中のポイントから突然隣の柱へ移動するのも糸引きの要因になっている可能性があります。では、コーミングをオフにしたらどうなるでしょうか？まず、外壁の終端手前で押し出しを止めて、外壁の造形開始位置に戻ります。外壁の造形開始位置で引き戻しを行って、ノズル内圧力を抜きます。ここから一直線で隣の柱の内壁へ移動します。こんな感じで、ノズル内圧力を抜いたら即隣の柱へ移動しますので、糸引きの可能性が低下します。ということで、コーミングはオフにした方が糸引きを改善できると思います。スライサーの画面表示と G コードの動きが違うので、あくまで参考程度の認識でお願いします。スライサーの基本的な設定項目は以上です。次はフィラメントの品質に関する話です。明らかに品質の悪いフィラメントというのがあります。よくわからないメーカーのものは使わないようにしましょう。全く同じ条件で印刷してもかなり差が出ます。試行錯誤するだけ時間の無駄です。明らかに印字結果が悪い場合はフィラメントを変えてみてください。続いてノズルに関しての話です。糸引きとかの印字品質で開花ノズルが有名ですね。ウプ主には高すぎて買えません。代わりにクリアリティMK ノズルの感想ですが、正直わかりません。フィラメントはスムーズに押し出されますので、品質は良いと思います。はい。ということで、糸引き対策の結果です。対策は、スライサーの設定項目を動画内で説明した値に変更しただけです。いかがでしょうか？十分綺麗に仕上がったと思います。では、対策前と比較してみましょう。まずは側面です。対策前は糸引きだけではなくてところどころ造形が悪いです。対策後は糸引きもなくツルツルですね。コースティングの効果でシームも消えてるのがわかると思います。正面からも綺麗に印刷されていることがわかります。はい。ということで糸引き対策はなかなか難しいです。これを行えば一発で良くなるというものはないです。どこに問題があるのか一つ一つ考察して検証していきましょう。当動画で最低限確認すべき項目は分かったと思いますので、あとはご自身の環境で検証してください。ということで動画が長くなりすぎたのでこれでおしまい。それではご視聴ありがとうございました。